こんにちは。お元気ですか？今日は4月の29日の水曜日ですね。私はちょっと今お元気じゃないんですよね。お元気じゃないっていうかちょっとムカついてるんですけど、人にムカついてるとかじゃなくて、ちょっとね、今日朝からネットでね、買い物しようとして、ちょっといろいろうまくいかなくて、それでイライラしたりとかね、なんかこう気持ちがうわーってなったりとかして、ちょっと今一息ついたとこなんですね。ちょっともうすでに夕方なんですけどもね。っていうのも、今日朝起きて、まず洗濯機を回そうと思ったんですね。今日は洗濯しようと思ってたんで、昨日の夜の時点で洗濯機の中に洗濯物を入れて、ズボンとか長袖のシャツとかね、そういう絡まるものをちゃんとネットに入れて、もうあとはね、洗濯機のスイッチを押すだけっていう風にしといたんですね。で、洗濯機をこう回したんですけれども、実は最近ちょっとね、洗濯機の調子が微妙に悪くて、脱水をするとね、脱水でぐるぐる回るのがね、途中できちんと遠心力がつくほどこうしっかりぐるぐる回らずに途中で止まっちゃって、なんかピピピピピってこうエラーのブザーが鳴ったりとかしてやり直したりとかね、なんかそういうのが多かったんですよね。だからなんか洗濯機がこのなんだろう、こう置いてあるところがちょっとグラグラしちゃってんのかなとか思っていろいろ押さえてみたりとかいろいろしたんですけれども、単純にやっぱりちょっと寿命なのかなっていう感じだったんですよね。っていうのも、この洗濯機を買ってからね、もう11年目なんですよ、使ってるの。で、この洗濯機の設計上の標準使用期間っていうのが7年って書いてあるので、まあそろそろね、ちょっとどこかおかしくなってもしょうがないのかなっていう年数ぐらいは使ったかなって思ってるんですよね。で、やっぱりね、こういう家電系って10年くらいは使いたいなって思うんですけれども、まあ今11年目だし、まあっていう感じかなっていう気もして、で、洗濯機って壊れちゃってから買い替えとかにするとちょっとバタバタするじゃないですか。なんかね、雰囲気的にそろそろいきなり全く動かないとかね。すすぎまではできたけれども、脱水だけがどうしてもできないとかね。どうなんかこういろいろあれこれやっても動いてくれないよみたいな日がそろそろ訪れるなっていう感覚をなんとなく今日の朝ひしひしと感じたんでね、今日はねどうにかね、なんかいろいろこうやって脱水までちゃんとしてもらったんだけれども、ちょっともう次はやばいかもっていう気がしたんで、いやもう今日絶対すぐ今だ注文しようと思ってそうそう、で朝ごはんを食べた後すぐにバッとこうパソコン開いていろいろ洗濯機を検索してどういうのがいいのかなとかいろいろこう比べたりとかして、よしこれだと思って注文しようとしたんですね。でその注文っていうのが、近くのね電気屋さんとかに自分で行ってっていうのもあるんですけども、やっぱりネットの方がねいろいろ選択肢が多いし、今すぐ注文したかったっていうのもあったんで、絶対ネットだわと思ってネットで買うことにしたんですけれども、通常ね私がインターネットでこうお買い物する時ってやっぱりアマゾンと楽天が多いんですよね。ただ今回は洗濯機で、今使っている洗濯機を引き取ってもらわなきゃなんないじゃないですか。その手間をね自分でやるっていうのはありえないので、購入と同時に設置をしに来てもらって、その際にリサイクルとして引き取ってもらうっていうのも滞りなくできるところがいいと思ったので、結構こういうのに強いのはやっぱり電気屋さんのEC サイトというかね、電気屋さんのネット販売の
ところがいいなっていうふうにいろいろ考えたり検索した末に思ったんで、楽天とかじゃなくて何々電機とかね、例えばヤマダ電機とかベスト電機とかいろいろあるじゃないですか。そういうこの電気屋さんのネットから買おうと思ってこういろいろね、自分が欲しい洗濯機が売ってる電気屋さんのを調べた結果、ヨドバシカメラのね、EC サイトからね、購入しようと思ったんですね。ちなみにね、私、いろいろこう、洗濯機何にしようかなって迷ったんですけども、一人暮らしなのでね、5キロとかで十分かなと思ってたんですね、容量的にね。っていうのも、今使ってるやつが5キロの洗濯機ですごい小型なんですけど、それでもね、私結構こう、頻繁に洗濯物ためずに洗うタイプなのかな。全然それでもね、大きいっていうかね、いつも少量しか洗濯しないっていう感じなので、それ以上大きくなってもなって思ったんだけれども、でもいろいろ調べてるうちに、このインバーター機能がついてるやつ、なんかいろいろこう、見た結果、インバーター機能欲しいなと思って、いろいろ調節してくれたり、この電気とかなんかこういう回転のちょっとよくわかんないけどとにかくなんかそのいい感じの機能が、その機能があった方がいいと思ったので、若干省エネにもなるっていうのもあってね、なんとなくインバーター機能付きで探した結果、ヨドバシカメラで売ってるやつがいいなと思ってヨドバシで買うことにしたんですね。ちなみに5キロのはなかったんで、ちょっと7キロのやつにしちゃったんですけども、それでよしこれだと思って、とっとこ注文しちゃおうと思って、注文するときに会員登録するしない両方どっちでも注文できる感じだったんですね。で、最初会員登録しないの方で行こうと思ったんですけれども、いや待てと思ってしといた方がいいかなっていう気がしちゃったんですよね。っていうのも、なんか今回は洗濯機ですけれども、今使ってる冷蔵庫とかもね、ちょっと調子がね、ここ1、2年間くらいちょっと微妙だったりとかするので、もしかしたら急に冷蔵庫が冷えなくなったとかあるかもしれないとか思って、その時もしかしてまたヨドバシ使うかもしんないから、なんかいろいろ会員登録を増やすのは嫌なんだけれども、結構使うかもなと思って、会員登録しとこうと思って会員登録することにしたんですよ。で、注文するときに会員登録をするっていうの方を選んで、注文の画面に行って、会員登録もしなきゃだからいろいろ個人情報も入力するじゃないですか。いろいろ住んでる場所とか電話番号とかね、そういうのを入力してって、で、購入するからクレジットカード情報とかも入れて、よしと思って、これでポチるぞと思って、注文みたいのを押したんですけども、そしたらね、なんか、注文が、なんかお届けできませんとか、なんて書いてあったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、お届けできないとか、在庫がなんちゃらでお届けできないですとか、なんかそんなことが書いてあって、あれと思って、注文エラーになった？できなかった？みたいな。で、なんか元の注文画面に戻っちゃったんですよ。商品の横に注文するっていうボタンが、書いてあるようなね、普通の注文画面に戻っちゃって、あれと思って、どういうことと思って。これって注文できてないのかな？できたんじゃないの？みたいな。あそこまで行ったしって。っていうのも、支払い方法をクレジットカードを選択して、その進んでいくと、ワンタイムパスコード、パスワードとかいうのを、スマホとかにこう確認のが来て、そのパスワードを入力するとかね、そういうところまでやったんですよね。そのクレジットカードのなんかそういう確認のがあるじゃないですか。だからここまでやっといて注文できないとかあると思って、でどういうことと思って、でもう一回この最初のね、その商品ページのところに行って、新しく
そのページも更新して見たんだけれども、普通に在庫ありになってるんですね。それでなんで注文できなかったんだろうとか思って。で、登録したはずの E メールアドレスのメールもチェックしてみたんだけども、ヨドバシから全然連絡が来てなくて、あれとか思って、私メールアドレス間違っちゃったんかなとか思って、マジかと思って、なんかいろいろ調べたんだけど分かんなくて、なんかこう詐欺とかだったら怖いし、もしくは注文実はできてたっていうのもあれだから、ちょっと確認しなきゃと思って、そのクレジットカードのそのカード会社のなんていうの確認画面あるじゃないですか。あなたはいつこう買い物をしてますみたいなね。あとは決済の時のそういう情報とかが載るそのクレジットカードの確認画面とかをチェックしたんだけれども、今ねネットでやったばかりだからすぐは出ないのかもしれないけど、そういうのがなくて、なんか速報みたいの出てる部分ないかなとかいろいろ探したんだけど、ちょっと見つけられなくて、でなんかいろいろ不安になっちゃったんですよね。注文できてるのかどうかもわからないし、変なカード詐欺だったらどうしようとかね、そういうのもあったりとかで、それでいろいろ調べてるうちになんかすごくイライラしちゃって、でいろいろ調べた結果、おそらく注文自体ができてないっていう結論に達したんですね。でも不安なんだけどね。でそれでちょっとね、もう一度注文じゃなくて別途会員登録だけ単体でやってみようと思ったんですね。さっきのはヨドバシカメラの会員登録をしながら注文するみたいなやつだったので、そこで一回エラーになったのだったら、もしかしたら会員登録自体が完了してなくて、アドレスも来てなかった、メールの方にも届いてなかったっていう可能性があるわけですよね。でもちろんね、可能性としては自分がメールアドレスの入力の手入力間違えたっていうのもねあるとは思うんだけども、多分ねオートコンプリート機能とかで全部手入力じゃなかったと思うんですよね。だから多分間違えてないだろうなとは思うんですけども、この会員登録を単体でもう一回やろうってした時は、自分のメールアドレスの情報のところをちゃんとコピーしてコピペしたから、今度は絶対間違えるはずはないって状態でやって、さらにパスワードを設定するときに一番最初にやったパスワードと全く同じものを入れたんですね。でそれで普通に会員登録ができちゃったんですよ。ということは、一番最初の会員登録プラス注文の時の会員登録はできてなかったっていうふうに考えてもいいっていうふうになるじゃないですか。全く同じパスワード、もうすでに使われてるものだったら弾かれちゃうわけなんで、だからおそらくやっぱり会員登録は最初できてなかったんだろうっていうふうに思ったんですね。それでちょっと気づいたんですけれども、その自分が注文したかった洗濯機の画面を見てみると、ログイン前だと在庫ありって書いてあるんですけれども、ログインした後だとそこのステータスがお取り寄せになってたんですね。ちょっとこれどういうことよと思って、もしかしてお取り寄せだったから購入できなかったってことなんかなとか思って、これどういうこととかってね、なんかそれでちょっとね、チャット GPT とかにもね、いろいろこうもう自分で調べるのがだんだんもう疲れてきちゃったんでちょっとね、チャット GPT を使ってね、いろいろこう質問しながらチャット GPT にいろいろ調べてもらったんですけど、そしたら結構 EC サイトとかではやっぱりこうなんていうの、初回登録時に会員登録も一緒に同時にやるっていうパターンを使ってるところが結構多くて、で今回の私みたいに注文が最終的な注文ができなかった状態の時に会員登録もできないで、結果的に何もできませんでしたっていうね感じで終わってることも全然普通にある話っていう風にね、チャット GPT の返答はそうだったんですよね。
まあいろいろこうなんだろう、まあ理由もいろいろ書いてあったんですけど、まあいいや、まあそういうこともあるかもねっていうことで、なるほどっていうふうに一応こう認識して、まあ自分でしっかり調べたわけじゃないのでね、まあ、結局はチャット GPT に適当に聞いて適当に返ってきたことなので、まあそういうこともあるかって思いながら、でこのログイン前とログイン後でこう在庫の部分で在庫ありがログインした後だとお取り寄せっていう風にね、ステータスが変わっちゃう問題についてはどういうことなのっていうのをね、そこをちょっと確認してみたら、まあ、結構ねこの EC サイトとかのこの今回みたいに電気屋さんとかのねやつでこう在庫ありっていうのはこう地域によってなんだろう、在庫のこの店舗在庫とかなんちゃら在庫とかいろいろあると思うんだけど、それによって住んでる場所によっては在庫がないっていうステータスに変わったりすることは普通にあり得ることらしいんですね。そうそう、だから考えられることとしては、私がこの会員登録をした状態だと、その地域に住んでいる人にとっては在庫ありじゃなくてお取り寄せっていう状態にねなるっていうことはね、結構これは全然普通にあり得ることだっていうふうに書いてあって、まあなるほどとね、なんか在庫なんて日本全国どこかにあればありでしょっていうふうに私のね今までの感覚だと思ってたんですけども、まあいろいろねその在庫のこう持ち方とかね、その組織内でのなんちゃらとかね、いろいろあるんだろうなっていうことを考えると、確かにその住んでる地域によってはこの在庫のステータスが変わるっていうことはあり得ることだなぁなんて思って、それはねなんとなくその回答にはなるほどと思って納得したりとかしたんですよね。まあそんな感じで、まあ、結局は洗濯機変えてなくてそうそう。で、一応ね、私の中では、なんだろう、個人情報を登録して、住所とかを登録した時点で、在庫のステータスが変わったことによって、最後の発注というかね、注文がエラーになってできなかったと。その、説が一番、こう、なんていうか、確率が高いなと思って。なので、一応ねもう一日置いて明日になった時点でもう一度クレジットカードのその使用情報とかチェックして、さすがに1日経てば間違いなく利用状況みたいなところに出てくるんで、それをチェックしつつもう一回冷静になった明日にね注文を同じ洗濯機をし直すか、もしくは違うところから全く違う洗濯機か分かんないけどまた買い直すかっていうのをね考えようかなっていうふうに思いました。とりあえずね今日はねちょっとイライラしちゃってるのとちょっと疲れたのとで、なんかろくな判断ができないような気がするんで、まああとは一応クレカの問題とかね、二重注文とかね、そういうのをこう念のためにね、そのリスクを減らすためにまあもう一度明日、あとは頭がクリアな状態でもう一回考えるっていう意味でも明日にしようっていう感じにしました。そんな感じでね、洗濯機すぐ買った方がいいと思ったけどね、買えずじまいで、まあ少なくともね、今週中ぐらいに買えればいいかなっていうふうに思ってます。で、そんなこんなでね、なんかこの洗濯機のイライラした後にね、一回こう、もうどうしようもなくなってね、うわもうなんかこう一回気分を切り替えないと私何もできんと思って、コーヒー飲もうと思ったんですよ。でもなんかもう今この状態でコーヒー入れようとしても集中できないから、きっと私すごいまずいコーヒーしか入れられないし、まあなんかまずいコーヒーっていうかね、ある程度まあなんだろう、中入りとか深入りとかだったらどう入れてもそこそこ美味しくは入っちゃうと思うんだけど、焙煎が上手にできてる豆だったらなんかね、もうそもそもこうコーヒーを入れるっていう行為自体がもうなんかね、なんかもう無理って思ってそしたらね、なんかそうだと思ってドリップパックのコーヒーが1個あったことを思い出したんですよ。ちょっと前にねネットでこう今まで買ってなかった別のコーヒー屋さん
ロースターからネットでコーヒー豆買ったんですけども、その時初回購入だったからなのかな、ドリップパックが1個おまけでついてたんですよね。私が買ったのは普通にひいてない豆を買ったんですけども、そうそう、ドリップパックが1個おまけでついてて、だからなんか自分がちょっとなんかうわーって思った時、なんかこうコーヒー入れるまでじゃないけどすぐさま飲みたいとかね、そういう時のためにそういう時に飲もうかななんて思ってたのがまさに今これだわと思って、そのドリップパックをね、なんだちょっとまだ言葉出てこなかったんですけど、やっぱちょっと脳みそが今バグってるっていうか疲れてるのかな。そのドリップパックを使って手軽にコーヒー入れてさっき飲んでちょっとほっと落ち着いたところなんですよね。一応ね、そのドリップパックもね、すごく豆自体は美味しいコーヒー豆を取り扱ってて、もちろんスペシャルティーコーヒーの生豆でちゃんとそこで焙煎してるところの豆屋さん、コーヒー屋さんでありロースターでありっていうところから購入したので、豆はいいものであることは間違いないんですけれども、ドリップパックなのでね、どうしても味は普通に豆から入れるのより味が落ちちゃうなとは思いつつ、それでもそこそこ美味しいかなと思いながら飲んだんですけども、その時ふと思ったんですけど、このいわゆるドリップパックですね、お手軽だから利用する方も多いと思うんですけれども、ドリップパックだと単純にその美味しいコーヒー屋さんだから、この巷によくあるすごく美味しいロースターとか自分のところで自家焙煎してるところとか、すごくこうグレードの高いスペシャルティーコーヒーの豆を使って焙煎してるこだわりのすごく豆が美味しいコーヒー屋さんとか、そういうところでもドリップパックをちょっと出してる時ってあるじゃないですか。やっぱりドリップパックしか使えませんって人結構多いと思うので、自分からねこの豆をひいてっていう人がほとんどってわけじゃないので、世の中の人みんな忙しいんでね、ドリップパックってそういうおいしいコーヒー豆を売ってるコーヒー屋さんでもドリップパックで取り扱ってるとこって多いと思うんですけども、やっぱり難しいよねってすごく思ったんですね。たとえコーヒーの豆、焙煎後の豆自体がすごくいい生豆使って焙煎の技術も素晴らしくて素晴らしいコーヒーが出来上がりました、そのまま売りますじゃなくて、今度はドリップパックに仕上げるってなるとね、さらにプラスアルファの技術が必要になってくるわけじゃないですか。このドリップパックに向いているその豆とかはどういうなのかとか、あとはこの豆のこの引き方の粒度とかもすごくポイントになってくると思うんですよね。ドリップパックとかだとどれくらいの粗さで引くかっていうのとか、あとはなかなかこれは自分たちでは難しいとこだと思うんですけど、そのドリップパックのパックいわゆるこの紙のフィルター部分ですね、この粉を入れるその部分の粗さとかね、あとはその形状とか、それがコーヒーカップの中で少しお湯に浸かる状態のやつでやるのかとかね、そういうのも全部計算したりとか、あと一般的な人はポットからジョボジョボって注ぐかもしれないし、やかんから直接入れるかもしれないしとかね、そういうのを考えるとそのペーパーの粗さとかね、そういうのどうしたらいいんだろうとかね、そういうのを考えるとなかなか難しいと思うんですよね。そもそもドリップパックで売ってるっていうことは豆をすでにひいちゃってる状態で売ってるので、その時点でやっぱり味は少し落ちちゃうじゃないですか。コーヒーの豆の状態からこうやってひいて粉々の粉にした時点でやっぱり表面積がすごく増えて、酸素に触れる表面積っていうのはすごく大きくなるので酸化しやすいっていうのもあるし、あとはやっぱりコーヒーといえばね、すごくこの成分の中に香りっていう部分
って大きいと思うんですよね。だからその香りの部分が結局焙煎した後ね、その香りの成分っていうのは二酸化炭素が豆のところから出ていくときに、その二酸化炭素が他のいい香り成分も一緒にくっついてというかね、持ってっちゃうんですよね。でもちろんそれが粉にしちゃった方が当たり前ですけど、その成分がバーッと出ちゃうので、その香りっていうのもね、この舌で感じる味がどうかって、この鼻で感じる匂いの部分も全部複雑に合わさっての味が出来上がるじゃないですか。なのでそういう意味でやっぱり粉の状態で売ってて美味しい味を出すっていうのはすごく難しいと思うんですね。それで思い出したのが私が1年ちょっと前にそれまで通ってたスポーツジムを辞めた時にみんなでなんか最後集まって飲み会みたいのを開いてくれたんですよね。結構大人数で。その時に一人の会員の人が選別というかねそれでスターバックスのこのドリップパックのセット、ギフトセットみたいのをくれたんですよ。ドリップパックの3種類が箱で詰め合わせてあるみたいなやつで、それでドリップパックって私普段飲まないんだけれども、でもすごいもらったのもすごく嬉しくて、わーいと思ってすごくありがたかったし、あと今回みたいにコーヒー入れる気力がないけれども、ちょっと一回カフェインが欲しいしガツンと切り替えたいみたいな、そういう時にパッと作れるのもすごくいいので、スタバのドリップコーヒーかと思って、その頃っていうかすごくありがたくいただいたんだけど、それがね、思った以上に、自分が予想した以上にすごくいい出来っていうと上から目線なんですけど美味しかったんですね。そのドリップパックで抽出する上でそれが生きるブレンドみたいのをすごい考えられてるなと思って、すごく感心しちゃったんですよね。やっぱスタバってすげえなって思ったんですよ。やっぱり大企業はすごいなって思ったりとかしたんですね。そのドリップパックでも美味しく飲めるブレンドとか、あと多分ねすごく綺麗な均一で綺麗で細かい粒度の引き方になってたんで、このグラインダーというか引く機械とかもすごい性能がいいのかななんて思いながらそうすごいブレンドもすごいいい感じにブレンドされてて、香りがちゃんと残るようなやつとかもあって、もしかしたらこのパッケージにもちょっと工夫があるのかななんて思ったりとかしたんですけども、その時にねスタバのコーヒーはお店ではちょっと飲まないんですけれども、ドリップパック界ではもしかしたらその他の一般的なロースターとかを抑えて大企業の技術力でドリップパックではやっぱりスターバックスのあれがすごく美味しいのかもって思ったりとかしましたごめんなさい、ちょっとそれが言いたかっただけなんですけど、そんな感じでちょっと今コーヒーを、そのドリップパックのコーヒーを飲みながら、やっぱスタバのドリップパックは結構技術的な部分といろいろ考えられてて、やっぱすごいななんてちょっと思ったっていう話ですね。だからそのコーヒー豆自体はすごくいいものを使ってて、焙煎の技術も良くてすごく美味しいところなんですけども、それがドリップパックまで加工するとやっぱり難しいっていうね、そこはまた別の技術がさらにプラスアルファで乗せてくるので、もちろんねドリップパックっていうかね、ドリップパックもしくは豆の状態じゃなくて引いてしまってる状態で買う粉のコーヒーだとどうしても味が落ちちゃうっていうのは、もうこれはね絶対にどうしようもない技術じゃなくて事実なので、しょうがないんですけれども、ただねドリップパックの中で美味しく、その中で美味しく作るっていうスタバがすごいなって改めて思ったんですね。それで
そういえばなんですけども、私もよく会社員してた時とか、つまり今みたいに引きこもりじゃなくて、普段の日常生活の中で周りに人間がいた時に、結構こう美味しいコーヒーとか、どういう豆がおすすめなのとかね、どこのコーヒーが美味しいのとかね、そういうのよく聞かれることがあったんですよね。で、その時に私がいつも答えてたのは、まず第一にどこの豆とか、どこの国とか種類とか、カフェとかね、そういうところよりも、その豆を、ひいた豆じゃなくて、豆ごと買うことですっていうふうにね、とにかくね、まずは第一はそこだよっていう話で、どんなにすごく美味しいとこでも、このひいた豆を買ってしまったら、この買ってきた日とかね、それくらいの日、買った直後とかだったらいいんだけど、あの、まあ、売る時その場で引いてくれるとことかだったらね、つまり引いてから、まだこう1日以内とかね、そんな時間が経ってないのだったらいいけれども、基本的に豆っていうのは引いた時点で、例えば元々のポテンシャルが100だったものが、そうだな、やっぱ60くらいには落ちると思うんですよね。だからその60の状態でそんなに、なんていうか、その中ですごく最高峰のところをこう目指してそれを選ぼうとしても難しくて、だったら、なんて言うんだろう、そんなにすごくこだわってる豆じゃない量販店みたいなところで豆のまま買ってきて自分で引いた方が、場合によってはちょうどよくタイミングよく、こうなんていうか、焙煎から日にちが経ってないやつとかね、ちょっと量販店とかだとね、その焙煎日からある程度日にちが経っちゃったやつも置いてたりとかするんで、一概に新しければいいってわけじゃないんですけれども、基本的には焙煎から季節にもよるけれども、だいたい2週間くらい経っちゃったら、だんだんと味は落ちてくるとか、あとはちょっとその内容によっては1ヶ月ぐらいでちょうどよくこう、なんか味が、なんて言ったらいいんだろう、まとまるじゃなくて、こう落ち着くじゃなくて、なんかなんていうのかな、そういうのもあるはあるんだけども、基本的には焙煎してから2週間くらいで、味はそこからはちょっと落ちてっちゃうっていう風に考えた方がいいですっていう話ですね。私もこうコーヒー豆買ったらだいたい2週間くらいを目安に、ちょっと季節によって違ったりするんですけど、冬の間とかはものによっては3週間とか、その様子を見て、あとあとはその焙煎が浅入りか深入りかとか、そういうのもちょっと違ったりはするんですけども、だいたい目安2週間とかでこう冷凍しちゃうんですよね。私はいつも自分のコーヒー入れるレシピが豆 15g なんで、15g ずつ小分けにちっちゃいやつに入れて、さらにそれをこうフリーザーバッグみたいな、ジップロックみたいなやつにさらに入れて、もう冷凍しちゃうんですね。そうそう。冷凍するとね、ちゃんとね、味もキープできて、すごくいいし、毎回1回分をね、パッと取れるのでね。それも、いいんですけども。あれ、何の話だったっけ？なんか、何の話してたんだっけ？ちょっと忘れちゃったんですけど、そんな感じですね。ということで、それではまた。